下半期のエネルギー大変化の波に乗る、今すぐギアチェンジしてということでお話をさせていただきます。ミラクルスマイルフォレストの直子です。本題に入る前にちょっとお知らせをさせてください。こちらのワークシートですね、日常の日々の生活を整えていくセルフケアのね、ツールとして、お使いいただければと思います。ワンコインですのでね、ぜひご興味ある方はチェックしてください。そして世界最強瞑想アプリ日本上陸ということで、私も誘導瞑想セラピストとしてコンテンツをアップしていってます。無料体験30日間トライアルございますし、使い方とかね、それ、は何ヶ月か前の動画で、シェアしてますので、そちらもチェックしてください。そして、私が運営しているこの縄文またまという場所でですね、ワンデーリトリート開催しております。実際に縄文のね土器がゴロゴロこのエリアから発掘されてですね、実際に縄文人が住んでいた場所でですね瞑想したりひふみのりとを唱えたり、ご先祖様に手紙を書いて燃やしたりとかね、実際この体験された方の一人のカナダからやってきた方はね、もう何年もね、解決できなかったことがこのワークショップ終わって帰ってからね、もう本当に解決してびっくりしてますっていうね体験報告いただいたりしてます。ご興味ある方はねぜひご参加いただければと思います。はい、この縄文またまでは、レンタルスペースだったりいろんなことをねこれからやっていきますので、リアルでやっていきますのでね、ご興味ある方はこちらからチェックしてください。はい、ということで、下半期のエネルギー大変化の波に乗る、今すぐギアチェンジしてということで、今回はお話をしていきます。とても重要な話をしていきますのでね、ぜひ最後までご覧いただければというふうに思います。で、この下半期のエネルギー大きく3つ分けて、このような形になっております。で、1つ目のね大きな変化の波に乗るためにギアチェンジすることなんですけれども、この満月、この間の満月から今度は新月ですね、6月6日の双子座新月に入っていくわけなんですけれども、ものすごく太陽フレアとかね、その影響かどうかは分かりませんけれども、いろんなことが、世界的にもいろいろこう浮上してきたり、個人レベルでもいろんな物事が生み出しが起きたりっていうことが起こっている、そういうふうに感じている方、このね動画をご視聴の方の中にもいるかと思うんですね。私も実際、生み出しって言ったら本当に自分自身に生み出しが来ちゃったわけなんですけれども、ずっこけてですね肋骨をやっちゃったんですね。で、肋骨っていうのはね、自分を守りきれない、とかね、もういろいろこういろんなことに対して気がいってしまって、自分を守りきれなくなってしまってますよっていうサインだっていうふうにね、そういうふうに捉えている方もいらっしゃいますけれども、東北大震災の時私は5日前に関西からそっちの方向に行く予定だったんですね。なんですけれども、その5日前に私は階段から落ちて、全治10ヶ月の骨折をしたわけなんですね。で、一見すごい不幸に見えるネガティブな出来事だったんですけれども、そっちの方に行かないように、守護霊かハイヤーセルフか分かりませんけれども、その導きによってね、阻止されたっていうことがありました。なので、今あなたの中で何かが起きているかもしれない、今現状何かが直面されているかもしれませんけれども、こう長く見るとねその一つのプロセスのその先にはね、これでよかったんだっていうことがあったりしますので、ぜひねこの今起きていることいろいろあったとしたらね、まず自分の心と寄り添ってください。で、自分の気持ちはどうなのか、ごまかしてるとねそれが全部やっぱり表に出てきます。
ごまかしてたり見て見ぬふりしてたりとか風呂敷に包んで、臭いものに蓋を閉めていたりとかすると全部それが今出てくるタイミングなのでね。なので本当の心の自分の気持ちと心と一致しているかどうか確認してみてください。で、一致しないことは手放す、やり方を見直す、変えるっていうことをね、やってみてください。はい。で、この大きなエネルギーチェンジでギアを変えることの一つとして、今本当に AI がねどんどん私たちの生活の中に流れ込んできています。そして私たちの暮らしを根本からね変えようとするようなそういう世界的な動きがあります。で、ここでね本当に皆さんに、知っておいていただきたいことは、やっぱり見極める力がないと間違った情報でね簡単に騙されてしまいますよっていうことなんですね。なので、そのようにされない、そのように騙されないようにするためにも、これからお話しすることね、ぜひ最後まで聞いていただきたいと思うんですけれども、今本当にこの国際結婚詐欺とかね、フェイクの写真とか動画とかいくらでもね生成できます。声も変えたりとかいろいろできるので、本当に私たちが直感とか大丈夫っていろいろね、そういったこのことを見極める力がないといけないですよっていうことなんですね。この大きなギアチェンジの一つとしてはね、そのことがあります。で、2つ目、対立するエネルギーをうまく調和するように意図することっていうことをお話しします。今ね、いろいろ世界的にも世界中でもそうだし日本でもそうだけれども、ちょっと何かおかしいんじゃないのかなとか、声を上げる人が増えています。で、そうやって自分たちの声を上げることによって物事をストップすることができたりっていうのをね、私自身も体験があってですね、またちょっとこれからお話ししますけれどもね、この対立のエネルギーはね争い、怒り、破壊を生み出します。で、調和のエネルギーは和解、安心、解決を生み出します。なのでできるだけ何かを相手に伝える時、その時にはできるだけその対立ではなくてね、調和のエネルギーで伝えるっていうことをね意識していただきたいと思います。で、私の体験談でこういう話があります。20代の頃にね、実家の隣の空き地に大きな電波塔を建てるっていう話が出てきました。で、私はその話が出てきた時になんかちょっと待てよと、ネットでいろいろ情報を調べてですね、プリントアウトして、ご近所の人にも配りました。こういうことが起きてますよと、どう思いますかっていうことをね、投げかけたんですね。で、そしたらご近所の人もそんなことがあるなんて知りませんでしたっていうことでね、絶対これは反対ですよみたいな形で、そういうふうにおっしゃってくださって、で何度も電力会社の方がねうちに来て、説得に来たんですけれども、私は断固としてノーを言い続けたんですね。で、そしてもう、しまいにはお偉いさん方も来られて、それでもね私はこのいろんな情報をね、調べてそれをね、伝えました。断固としてノーですっていうことをね伝えました。そしたら結果、この場所には立たないで済んだんですね。そういうことがありました。で、私自身そういう体験があるので、やっぱり何か起きた時にもういいですよっていうふうにね、どうぞって言ってたらね、もう勝手に侵入されるみたいに知らないうちにいろんなものが立ってしまったっていうことが起きかねません。で、ウイグル族も信仰が深くて祈りをやっていて、瞑想とかマインドフルネスなそういう人たちがある日突然ね乗っ取られて自分たちの暮らし迫害されてしまって、
そういうことが実際ありました。なのでこのスピリチュアルなことをね、学んでいる方、マインドフルネスなことを学んでいる方っていうのはね、できるだけ今ここの心の平安ということにフォーカスすることはすごく大事なことなんですけれども、ちゃんとやっぱり世界の動き、自分たちのこの世界ではどういうことが起きているのかっていうことを把握していないと、そんな風にいくら心が綺麗で今ここを実践していてもあっという間にね乗っ取られてしまうっていうことが起きかねません。今それぐらい緊迫した世の中になってきていますので、しっかりとね、自分の伝えること、意思表示をねちゃんとしましょうよっていうことですね。なのでネガティブな側面、ポジティブな側面、両方の情報を把握しながらイエスのはっきり伝える、もうそういう時期に来ています。本当にねこのいいですよいいですよってね何でも信頼して受け入れていると、この騙されますよっていうことなんですよね。で、私のお店でに来られていた常連のお客様でですね、女性の方で、事業をされている方がいて、女社長ですね。でその方がなんかね素晴らしい、いろんな事業をされて素晴らしい方だったんですけれども、ある日ね、こういうふうにお話ししてくださったんですね。なんか宮司さんとかお坊さん、あるお坊さんどっちだったかちょっと忘れたんですけれども、何かどうしてもね、保証人になってほしいということで、ハンコを押しちゃったんですね。で宮司さんお坊さんみたいに本当に信頼できる方だから、この人が言うことだからっていうことでハンコを押したら、もうある日もう自分のビルがもう乗っ取られたというか、全財産もう破産ですよね、してしまったっていうこと、そういう話を聞きました。なので本当に人もいいし信頼して、いると思っていてもそういうふうなことに巻き込まれたりね、するので、本当にねやっぱりいろんなところから情報を取って本当にそれ大丈夫っていうことをね、確認していただきたいなと思います。なのでやっぱり何でもいいよいいよね、ポジティブに、っていう形で思っていると足をすくわれますので、今の時代ねしっかり現実を見据えて、全体を把握しながら今の自分の現在地をしっかり、前向きに進んでいくっていうことがね非常に大事だなというふうに思います。ただやっぱりこの対立のエネルギーっていうのは、このホーキンズ博士の意識のスケールでいうと、怒り150、欲望125、恐れ100っていうふうに低いエネルギーなんですよね。この低いエネルギーの意識状態にいると、やっぱりこのネガティブな出来事に巻き込まれやすい、ネガティブな出来事を引き寄せやすくなっちゃうので、できるだけねニュートラル、250に、行くように意識していただきたいと思うんですけれどもね、私が20代の頃、いろんな体験20代でしてるんですけれども、20代の時にですねカナダにいた時に宇宙人と名乗るねおばちゃんに私は出会ったんですね。ということでちょっと動画が長くなりましたので、後編はね、また次回お届けしたいと思います。この、いろいろなことがありますけれどもね、見極める力を養っていく上で、セルフワークのワークシートを使ったり、オンライン講座想定法則を使って、現実を変えていくっていうねオンライン講座、ネビル・ゴダード先生の想定法則をベースに作ったオンライン講座もやっております。そして感謝で幸せを育む習慣づくり、感謝がねやっぱり人生を好転させる鍵だと思いますのでね、こちらのオンライン講座もね、ぜひご参加いただければというふうに思います。そしてミラクルスマイルフォーレストの、メルマガ
YouTube 登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。